よろしいですか。いいね、やっぱ違うね、美味しい。ね、少しはならないね。どうもありがとうございます。本当は釜を変えるときも7年前にこれ変えたんですけど。7年前？これ7年前変えたんです。それでそんなにこう年季が入ってるんですか？いやこれ鋳物だからこんな感じなんですよ。あ釜にも鋳物とかステンとかアルミがあるじゃないですか。はい。これ鋳物だから大体こんな感じで。あ、そうなんですね。これになったのは節松です。これは節松。あ、4月。ここにならないですね。そうです。で大体これを変えるときに大体あるんだけど、ちょうどあの時が孤独のグルメがはいはいはいやってました。釜が破れたんですよ。えでもうこれ頼むのに2、3ヶ月前に注文したから感じですよ。もうそれはしてたんですよね。ああ、そんなかかる。もう鋳物を作る職人さんが少なくなった。昔はステンとかアルミのが高かったんですよ。今鋳物の方が高いです。あ、そうか。もう逆転してしまう。作ってないです。作る人が少なくなってるっていうから、あとこう砂鉄を溶かして型に入れて、上がって本当は上がってでちょっと修理じゃないけどどうにかですね。はい。でその時に本当釜変える時は子供をここまで酒屋さんじゃないけど修理するんですけど、はい。それしなかったからだからこれ17年間ここから上変えてないんですよ。だからこんなふうにもうちょっと色が違いますね、確かに。ここまではまあ変えないんですけどね。ここからちょうどそこになってて今昔は無煙弾でやったけど今はプロパンのコンロで燃やしてるからですね。お店的にはもう何年ぐらいやられてるんですか、お店は。67年。67年。昭和29年からです。もううどんは先に茹でてるって感じ。これもう茹で麺なんですよ。茹で麺。生麺じゃないんです。一回茹でたやつはこうあれしてだから早く提供できるんですよ。はい。大体うち来るお客さんでヤーメンが少ない人が多いからですね。ヤワ麺。ヤーメンというか少しヤーメン柔らかいですね。いや、美味しかったです。だからつけてるんですけどなかなかですね。じゃあもうお客さんが来てからつけるんじゃなくて、まあつけてるけどある程度になったらやっぱ出したらやっぱり目を見てなきゃダメですけど、あまりなりすぎてもそうですね。何でもほどほどじゃないと。お昼時だから。お昼だからつけてるんですよ。やっぱり来られたらすぐ出せてると。つゆがとても美味しかったんですよ。はい。それも一緒に温めてるんですね。結局これ種ですね。これに入れて、で余熱を使って出汁抜くみたいじゃないですか。はい。口が大きいじゃないですか。はい。寸胴みたいな。で辛くなるんですよ。これでも辛くなるんです。口が狭くても。それでも蒸発しちゃう。けどやっぱり蒸発するから中をつければ辛くなるでしょ。はい。だけどこれだと少しは多少違うみたいですね。これ昔からのやり方ですよね。昔はみんなこんな感じだったんですけどね。なんかあんまり見たことないんですごい珍しいんですけど、昔はじゃあみんなこういう店が多かったんですね。そうですね。今はやっぱりこうシンプルであれするとうちの店のイメージに合わないでしょ。ここだけ本当に浅瀬のやつのそれはできないことはないんですよ。はい。だけどイメージがですね。そうですね。店のイメージが違う。これが主役ですもんね。そうこれだけで食べてますから。これだけで食べてる。入ってきてその釜見てすごいなって思いますもん。昔は夫婦だったんですよ。2つやってたんですか。で暇になったから1つ潰した。ちょうどこう並んで2つあった。並んでここにあったんです。今このお店を作ろうとしたらできないですもんね。すごいです。いや建物自体がですね。制裁に合ってないんですよ。大正14年。大正14年。築ですから。で結構そこ構えがあるでしょ。この部屋を
改装したって形あ、鴨居があるなんてじゃあ。結構ここは部屋やったと思う。畳がなんか知らんけど部屋があったと思う。そうですね。これ敷居があるはずですからね。鴨居があるってこお金持ちが住んでたんじゃないですか。と。いらっしゃ作りましょう。いらっしゃいませ。何しましょうか。ごぼう天をごぼう天うどん。いいですか。昔は良かったみたいですけどね。ああ。うちはもう戦後ばっ何とかあります。戦後。もう地震でやられてるわけですね。ええ。前は4枚でやったんですよ。ああれ結局補今ちょっといや結3枚局地震で倒れたもんですからね。あ。よかっしてたですね。 4枚戸で隣が今上がりのとこはタバコを売ってたんですよ。ああ、タバコ屋さんみたいな。はあ、だから上がりになってる。い、もう壊れてしまったからですね。して狭くなってますもんね。ちょうど3番目のテーブルがこう白いとこあるでしょ。はい。あれが狭くなってるんです。狭くちょびっと狭く。だからその分だけ4枚とかできなくなって3枚でないでしょうか。ちょっとね、締まりが悪いですよね。いやもうここが隙間が空いてましたね。大体もうして上がボードで一緒でしょうか。あれもガラス張りやったんですよ。だから全然昔とはイメージ全然違う。最初見た時がっかりしたやつ。違うって。違う。でも焼き鳥屋みたいな感じになってますね。よいしょ。最近戻ってきました。こう戻ったけど前のやっぱりまだですね。まあ、お客さんとしてはこうどういう人が多いんですか。その大体ここはもう近所のサラリーマンの方。大体こう一般の人は呼ばない場所になってしまったから20年前から昔は20年ぐらい昔は角にですねエルデ寿屋とかその前博多大丸とかあったんですよ、はいはいはい。その時は結構一般のお客さんがあったんですよ。だけどそれがみんななくなってまあビルがねいっぱいねになって結局働いてる勤めの人ですかね、それは中心になってるけど今勤めの人がテレワークとかなんかあそうか来ないんだ少なくなってるし、それビルのオーナーも心配してるんじゃないかな。出社してないんだね。いや出社は全部じゃないですもんね。ねまあ前よりは少しはしてるやろうけど、まあ、会社のお客さん少なかったですね。であと一般の人だったら、病院関係眼科さんも少なくなってるけど、うん。やっぱりこの辺の一般の人って言ったら大体病院に通う人とかですね。そういう場所になってどうする極町っていうところですね。観光客の方も多いんですか。いやそう今はこう割とうちの場合はこう有名ですよね。いや宣伝してもらってるからよく来てもらってるとそれ助かってます。福岡でもやっぱり美味しいうどん屋さんっていうのが知られてやっぱりると思う。こう孤独のグルメとか武田鉄矢さんがここあれしてくれたりとか。そう。周りから助けてもらってる自分で宣伝してもらってるからそのおかげやろうと思って私も頑張ります。それとか一時はこの前韓国の人が多かったんですよ。ペク・ジョンさんか、はい。韓国でものすごい有名な人だった。あ、そういう人が来てた。そういう人がレポートやったりしてこっちにはテレビで放送されてないから向こうでですね。あ、そうか。知らなかったけど。でそれでやっぱ韓国の人が来るんや。それからみんなから助けてもらってるんだねいらっしゃいませ。エビ天うどん。エビ玉。かけうどん。はい。
マルテンっていうのはこれですか？これマルテンご注文です。いいマルテンでいいですか？マルテンうどんで玉をください。マルタマ。マル玉。玉ですね。いいですか。よいしょ。ありがとうございすみません。いただきます。どうもありがとうございました。マルテンうどん。マルテンね。お父さんお店はどのくらいやられてるんですか？私は29から戻ったんですけどね。20の時29 29の時戻ったんですけどね。して今の私は69やったね。 69？うん40年。そうですね。だけどまあ兄もおったしですね。カフェやったんですよ。もう何代目ってことなんですか？何代目っていうか親子だから私は経営者もこうなんですよ。一応面目じゃないけど弟です。姉です。姉さん。戻ってきたんですけどね。いや年寄りばっかりでやるよけですね。いつけと昔ね。マルテン。やっぱ若い人がするのがやっぱりいいですよ、こういうのはね。もうすぐ。いらっしゃいませ。
ごぼ天ちょっと